ということはただ立ってるだけでこっそり筋トレをしていたんですよ。こんにちは、はこです。今日は太ももパンパンガチガチが気になる方に向けてお話をします。何をやってもね、下半身が細くならないっていう方ね、多いと思います。で、私もね、実はそれに悩んでいた一人でした。で、こうね、前ももがこう盛り上がってるの、こうやってこう盛り上がってて、で横からこう張り出してる太ももだったんですね。でもちろんね、バレエをやってたので細いんですよ。上半身はねすごい細い、ガリガリなんですよ。でも下半身だけ太いんですよね。だからすっごいアンバランスで、ジーンズを買うとここに合わせるとこっちがブカブカだし、こっちに合わせるとここ入らないみたいなねことになってました。でスキニージーンズとか履けなかったですしね。だからここすごいパンパンだったので、でも、そんな私もある日ね気がついたら、あれ最近ちょっと太もも細くなってる。でそういえばジーンズとかもこうパンパンしなくなったっていうふうに気がついたことがねあったんですね。でそれは足痩せをしようと思って何かをやったわけではなくって、股関節と骨盤のね関係を緩めて整えるっていうのを継続してやっていたら、気がついたら足が細くなっていたんですね。でそれまでね本当に何をやっても痩せなかったんです。もちろん皆さんがやってるようにマッサージもしましたよ。あとサランラップぐるぐる巻いてサウナパンツ履いてレッスンとかもしましたけど、水分だけ抜けて別に足がね細くなるっていうことはなかったんですよ。で私はねバレエをやっていたので運動はしていますよね。でもよくね皆さんのお悩みで聞くのが、運動してないのに太ももがパンパンなんです、なんででしょうっていう方がね結構いらっしゃるんですね。なので今日はその運動をしていないのになぜ太ももがねパンパンになってしまうのかっていうお話もしていきたいと思います。で太ももがねなかなか細くならないのには2つ理由があります。で1つは姿勢に関係しています。横から見た時に骨盤がねこう後傾していると、ちょっとわざと皆さん後傾させてみてください。結構ねわざとやってみてください。そうするとこのままじゃ後ろに倒れてしまうので、頭前に持ってきますよね。でこれ猫背になります。でじゃあこのままちょっとわざと後ろにもうちょっと倒れないようにしてくださいね。そうすると太もも触ってみてください。これカチカチじゃないです。後ろに倒れないようにするためにももに力が入ります。じゃあちょっとまっすぐにしてちょっと骨盤前傾にすると太もも力抜けません？さっきガチガチだったのが少し柔らかくなります。こうガチガチ、こうちょっと緩くなるということで、骨盤が後傾していると後ろに倒れないように太ももに実は力がね入っちゃうんですね。ということはただ立ってるだけでこっそり筋トレをしていたんですよ。運動はしてないかもしれないけど姿勢を保つために筋肉を使っちゃっていたっていうことなんですね。これがね一つ目の理由になります。でじゃあこれどうしたらいいかって言ったら、ちょっとこの動画を何回も見てる人にとっては耳にタコかもしれないですけど、骨盤が自然と前傾することが大切なんですね。なので、他の動画でもお伝えしてますけど、股関節周りを緩めるとか、お尻歩きで股関節をね使ってきちんとね骨盤が自然と前傾ねするようにしましょう。ではですね、理由の2つ目。2つ目はですね、姿勢だけではなくて普段の生活で実は筋トレをしてしまっていたっていうことをね説明したいと思います。例えばですね、膝を曲げるっていう
こと一つとって考えてみましょう。膝を曲げるっていう文章は一つですよね。だけれどもこういうふうに曲げる人からこういうふうに曲げる人、いろいろねいるんですね。で骨盤をじゃあわざと皆さんすごく後傾させてみてください。この状態で膝を曲げてみてください。こうなりますよね。太ももにすごい力が入ります。じゃあ今度は骨盤を前傾させてみて、はい、膝曲げてみてください。こうなりますよね。そうするとあんまりそこまで入らないです。こうとこうだと太ももへのね負荷が違うっていうのが分かると思います。でさっきね姿勢を保つのに使っちゃってましたっていう話をしました。で膝曲げるっていう動作でもっと使いますよね。でも膝を曲げるっていうのはエクササイズでなくても毎日の生活でね行ってることなんです。ちょっとね椅子を持ってきますね。はい、椅子に座りますね。こっから立つ時にじゃあ骨盤後傾させてみましょう。この状態から立ったらどうなのか。よいしょ。太ももに結構ね力がかかります。こう座ったらもう私ちょっと手で持たないと座れない感じです。骨盤後傾にすると。じゃあ今度骨盤をよいしょ前傾してみましょう。これで立とうとするとこう立つので股関節を使って立って股関節を使って座るので太ももにそんなに負担がかからないわけですよね。ということは普段こういう姿勢で座っているっていうことはですよ、立つ時も座る時も筋トレをしてるわけです、太ももの。ということはね、日常生活の中で自ら太ももを育てていたっていうことなので、先生私運動しないんですけどなんで太ももパンパンなんですかねっておっしゃる方は自分で筋トレをしていたんだなっていうふうにちょっとね想像できたかなと思います。じゃあ実際ねこういう日常生活で太ももの力を借りなくってもいいようにするにはどうしたらいいかっていうと、先ほども言いましたけど股関節を使って立つ座るができれば太もものね力をそんなに頼らなくていいわけです。今日はねなぜ運動していないのに太ももパンパンガチガチなんですかっていうお話をしたので、ぜひね今の頭の中に入れて日常生活の中で股関節からね体を使っていくっていうのができるようにしていきましょう。でチャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。